大学卒業して商社はい商社ですね。勤められたんですけど、それはこう何か理由、そういうまあなんかその特別すごい理由があったわけじゃないんだけど、できればなんか海外に出張が行けたりとか、まあ海外とのその仕事を知ってみたかったっていうのがあって、でまあそうすると当時選択肢としては商社が一番可能性があるかなとは思って、商社に入りました。結果としてでもその海外ではなかったですね。僕の頭脳では海外とかではなくて、国内の、特に繊維の、糸を売るっていう仕事を仰せつかったので、そうなんですよ。で、その当時はだから今こういうループイラーっていうものをやるとは思っていなかったので、もう本当に当時の合成紡績メーカーから糸を買って、和歌山ですとか奈良ですとか兵庫の加古川姫路あたりの丸編み物のニッターさんに糸を売るっていうのが僕の最初の仕事でしたかね。例えば奈良とか加古川とかって靴下の工場がものすごい多いところなんで、靴下もまあ基本的には丸編みで、その原理原則は同じなんですけど、ただ口径が小さいでしょ。この筒で。靴下の筒で出てくるから、だからちょっと機械の種類としては違うんですけど、でも使う糸とかは、まあ、その同じような糸が多いので、奈良とか、その辺のニッターさんから呼び出されるのが、4時ぐらいに来いって言うんですよね、言われるんですよね。はい、4時ぐらいに営業のアポイントを、糸を買ってほしいんでお伺いしたいんですけどって言うと、じゃあいついつの4時ぐらいどうって言うから、分かりました。で4時に行くと1時間か1時間半ぐらい商談とか打ち合わせとか、まあいろんなことをして、でその後だいたい皆さん5時半か6時には仕事が終わるので、で当時はそのまあ1980年代前半ですよね。そのコンビニなんてない時代ですし、もちろんネットもまだないし、スターバックスもないし、はい。で、そういうその工場さんに行くと、まあ大体周りが田んぼですとか、まあ住宅街ではない、もうなんか住宅がポツンポツン、工場がポツンポツンとあるようなところが多かったので、何も娯楽というものが何もないから、で、お昼も食べに行くところがないでしょ。だからそうすると大体お昼はお弁当を皆さん持ってこられるから、大体事務所の横に4畳半か6畳ぐらいの、まあ、部屋が1部屋あって、畳の部屋があって、でそれになんかジャン卓が置いてあるみたいな。だからみんな仕事が終わると帰らず、そこで麻雀をするっていうのが日常だったんです。で、そこに麻雀を付き合わされたみたいな。その頃だから取引先の親父さんとか社長さんとか、まあその職人さんに、まあそうやって麻雀やったりすると何がいいかっていうと、まあなんか親しくなって可愛がられる。うん。で、まあ年下だし、まあいろんなことをこう、僕らがいろんなことをこう、なんていうのかな。まあもちろん取引先っていうのもあるんですけど、まあいろんな気配りですとか、まあ率先していろんなことをお手伝いしたりとか、もうじゃあちょっと掃除やっときますみたいな感じで、余分な仕事じゃないけど、相手にとってなんかありがたいなとか、助かるなとか、そういうことをなんか率先してやることを覚えた。で、そうすることによってなんか人間関係、信頼を得られて、自分のことを若造だけど信じてもらえて、で、いろんな相談を受けたりとか、仕事をまあもらえたりとかっていうのはすごく勉強になったかな。それが1986年、5年、6年ぐらいまでやってたのかな。4年半ぐらいですから。そのくらいから、ちょうど僕たちもその繊維業界にいたので、DC ブランドっていうのが出てくるんですよね。いわゆるデザイナーキャラクターブランドっていうのが出てきて、で、同時期に、商業施設というよりも、百貨店に似てるんだけどちょっと違う丸い、赤いカードの丸いっていうのが出てくるんですね。で、ここがやっぱり一番大きかったのは、お洋服を、まあ、今でいうローンで買える。その赤いカードの丸いを持ってれば、
一括ではなくて、分割で買える。クレジットカード、まあ、クレジットカード的なものだと思うんですけど、先駆けみたいな。先駆けだと思います。代表自身も使ったこと僕、カードをこの前整理してたら、まだ持ってました。取ってありました。一応このまま捨てずに取ってあります。赤いカードの丸い。すごいっすね。はい。そういうので、そこで、洋服を、まあ、比較的みんな、お金がなくても手に入るっていう、買いやすくなるっていうシステムが出来上がったっていう感じですかね。まあでも確かにそうすると、本当こう、興味あった人たちもみんなこう、いろんなお洋服試しやすくなる。そうね。すごいっす。で、いろんなブランドが出てきた、だと思います。いわゆるドメスティックブランド、それこそ、まあ今でも一番有名なのはギャルソンさんとかあるけど、まあ、菊池武雄さんのビギとか、もう亡くなっちゃったけどニコルとか、いろいろありましたね。当時ね。まあでも本当バブルの手前、バブルに向かっていく手前ですね、全然。だからその時に原宿っていうのが出来上がったんだと思いますね。その時にちょうど、いわゆるアパレルさんっていうのが、タケノコのように、たくさんこう出てきて、で、みんな大きくないですよね、まだ。会社としては小規模なんだけど、どうも元気が良くて売れてるっていう情報があって、で、そこに対して仕事をする。今度は製品を作って収める。なるほど。そういう仕事をまあ会社として、まあやりましょうということで、そうなると大阪にいては仕事にならないので、まあどっちかというと東京に人を集めた方がいいんじゃないかっていうことで、僕ら若い人は割と東京へ転勤になって、で、東京で、そう DC ブランドのアパレルさんを、もうこの界隈ですよね。千駄ヶ谷、原宿界隈。なるほど。で、この時が面白いんですけど、まあ、今だったら多分労働基準法違反で多分叩かれると思うんですけど、そういう大体アパレルさんって、まあ、就業時間は朝10時半とか11時とかってなんですけど、夜中働くんですよね、みんな。なんだかよくわかんないですけど。だから、商談に今度7時とか8時に来てくださいって言われるんですよね。もう夜ご飯ぐらいの時間だったり。そうです。だから、その頃、会社は、小伝馬町っていうか、あっちのにあったんですけど、だから夕飯を食べて、で、原宿に来て、で、仕事終わったらもう家に帰るみたいな。そういう感じでしたね。大阪の時は、やっぱりなんか同じ信頼を得るにしても、ちょっとアプローチっていうか、やることが少し違っていて、で、東京に来て、まあ意識してやったわけじゃないけど、やっぱり結果僕が役に立つかどうか。結果僕の場合はなんかすごくラッキーだったのは、運が良かったのは、大阪で得た糸の知識から編み立ての知識で、東京に来て、要は製品の仕事を請け負うわけだけども、その製品の仕事が、僕の場合は、いわゆる T シャツですとかスウェットとかを作る、ものであれば、糸も生地もわかるので、ワンストップで、なるほど。続きに言えば、糸も生地も、染色も製品も全部ワンストップでやってくれるから、相手にとっては便利ですよね。楽ちんだし。普通だったら、なんか糸は糸屋さんがあったりとか、生地は生地屋さんがあったりとか、そういうところと話をして、じゃあこの生地で鈴木さん、こういうものを作ってくださいっていう感じなんだけど、僕の場合は、じゃあ生地、鈴木さんの方でどっか手配してもらってもいいですか？こういう色で、みたいな。こういう素材で。なんでもう、僕と話せば全部製品まで出来上がるので、それが多分すごく便利だったんだと思います。糸からお洋服になるまで。はい。それっていうのをこう一貫して。そう、一貫して。身につけていくことができたんですよね。それは本当にありがたいことだけど、だからそうするとそれはお客さんにとってはすごくメリットがあることだったと思うんでね。
当時、その、僕らの会社で、今、お付き合いしてる丸和繊維工業さんとかもあったんですけど、むしろ、その、僕の場合はたまたま僕の上司が、その別の吉武さんっていう会社と仲良くしてたので、僕はその工場と最初付き合い出して、で、それがなんかフィットしたんですね。お客さんともフィットしたし、お客さんの求めてるものを縫える工場と、やっぱりなかなか縫えない工場とあるんですね、やっぱりね。得意、不得意が、同じカットソーの世界でも、じゃあ、ポロシャツが得意な工場と、T シャツが得意な工場では全然ミシンの種類も全然違うし、少し分かってきてると思うけど、だからちょっと同じカットソーの工場でも、なんか傾向が違うというか。で、たまたま僕がお付き合いして吉武さんっていうのはスウェットとか T シャツが当時からうまかったです。で、まあまあ大きな工場だったんで、ある程度たくさんオーダーを受けても、なんとかこなしてくれる枚数を作ってくれるっていう工場だったので、で、その工場さんと割と、それは、山形にある工場さんだったんですけど、でそこの工場さんと割と長いこと付き合いましたね。東北が多いんですよ、縫製工場。縫製工場っていうのは日本全国あります。で、僕はたまたま、北の方が縁が多かった。今も丸和さんは青森でしょ。で、サラリーマンの頃お世話になってた吉武さんっていうのは山形でしょ。で、やっぱあっち方面、その、福島とか、あっち方面多いです。青森、秋田。それはカットソーだけじゃなく不白のそういうコートとかそういう工場も多いんですけど、やっぱりなんだろうな、その冬になると雪が多いエリアじゃないですか。だからそうするとその交通の不便がいろいろあるから、割とその工場に行って外に出なくても済むような仕事で、特に縫製工場って女性が昔から多いじゃない。今も丸和さんほとんどね、9割方女性の職人さんがね、僕らのスウェット作ってくださってるけど、やっぱすごく多いので、なんかそういうエリアの女性ってなんか、僕はなんか甘ん強いっていう言い方が正しいかどうかわかんないんですけど、なんか一つのことをこう探求する、地道に小さなことを積み上げて改良改善していくのが、なんかすごく上手な感じがします。気質があるのかもしれない。それはだからなんか自然が、厳しい自然の中で、毎年3、4ヶ月はそういうその自然と共存しなきゃいけないから、多分そういう風な感じになるのかなって思ったりはするんですけど。その時の原宿の感じとかものすごい活気がありました。もういろんなブランドがいっぱいあって、で、特に僕らはメンズですけど、やっぱその頃の主流って、レディース、ウィメンズというか、レディースのブランドさんがやっぱりすごく業界を牽引してたっていうのはあると思います。はい。メンズはどちらかというと、その DC ブランドとともに、そのアメカジが渋カジにこう変化していって、で、今でいうお世話になってるビームスさんとかが、その渋カジをこう牽引していくっていうような感じだと思いますね。アメカジの時代ってやっぱりまだ、それこそ、その最近、ニューバランスとかの話で1300とか出てくるじゃないですか。1300とか僕も初めて見たのは、おそらく、伝説のラブラドールリトリバーっていう、中曽根さんがやられていた、その小さなお店ですよね。多分、ラルフ・ローレンとかも日本に一番最初かどうかはわからないですけど、でも僕らにとってはラルフ・ローレンとの出会いってそこだったし、ニューバランスの靴の出会いってそこだったし、だからジョーダンとか全然売れてない時代ですよ。その前にニューバランスとかが売れてたから、だからナイキもランニングの僕ら最初に買ったワッフルトレーナーとか、ワッフルレーサーとかは売れてたけど、まだバッシュとかはあまり来てないかったかな。確か。なるほど。バッシュの方が全然後だったと思います。だからランニング
ランナーズワールドっていう雑誌はさすがに今ないんだけど、手元に。ランナーズワールドっていう雑誌があって、そこにその、ランニングシューズのランキングとか評価。今でいう5つ星みたいな、なんかマトリックスみたいなのがあって、で、評価。そう、走りやすいとか、歩きやすいとか、負担がかからないとか、スピードが出るとか、いろんなマトリックスがあって、で、評価がいろんな、メーカーのシューズを、まあなんか、ちゃんと市場テスト。それで、その、ニューバランスとか、ブルックスとか、まあ、いわゆる、当時そんなにメジャーではなかったようなブランドを僕らも知っていくって感じですかね。当時、多分個人がアメリカに行って、アメリカのその、今でいうアウトレット的なお店とか、ないしはアメリカの普通の小売、普通のお店から仕入れてきて、それを日本で売るっていう。なるほど。だからでも日本に正規の品がないから、どこからも入ってない時代なんで、まあ、ある程度その人たちが考えるプライスで値段が決まってた時代だと思います。アメリカ。そう、ハンドキャリーで、まあハンドキャリーっていうか、買って、多分その当時の話を聞くと、もう本当に向こうでレンタカー、バンみたいなレンタカー借りて、もうそこにいっぱい詰めて、で、ホテルに着いて、ホテルに中身を下ろして、で、また翌日も買いに行って、で、そこで梱包して、運送会社にピックアップしてもらうとか、そういう時代だったと思う。だから僕らはだから本当にこういう雑誌でしか見たことのないものが、その辺、原宿とか渋谷で見れるので、ないしはアメ横に行かないと見たことのないものが、ようやく原宿とか渋谷で売られるようになったっていうのが多分、全然こう今だと想像がつかないですね。今だとこう海外に行って目新しいものを見つけてくるみたいなのってなかなか難しいね、時代になっちゃったから、で、ネットを叩けばいろいろ出てくるし、なんかそれで分かった感じになっちゃうじゃないですか。だから、やっぱりそういう意味では、なんか今の時代ってある意味大変だなと思うのは、ネットにもうあらゆる情報が上がっているから、それの中でやっぱりね、自分の欲しいものに、リーチするのも意外と大変。それはそれで大変な時代だなとは思います。僕らの時代は少ない情報をたどって、そこにたどり着けば、それが自分のもう実際にリアルに手に取って見れて、これは自分が好きか嫌いかっていうのははっきり自分で確かめられたから、ある意味それは大変だったけど、リーチするまではめっちゃ大変だけど、労力もお金もかかる、交通費もかかるし、でもやっぱ感動みたいなのがこう、まあそうですね。ちょっと震えがすごいこう自分が欲しい予想以上のものだった時は、やっぱり鳥肌が立ったもんね、やっぱり。うわーすごいの見つけたと思って。そういう感動みたいなのってあんまりこう今って感じにくい。あんまりないかもしれないですね。でもこうすぐ変えちゃうっていうのもあります。そう、それは良くも悪くもそういう時代なんだと思う。その当時はなんか面白い時代で、まあもちろんそのいろんな流れがあって、女性の世界でやっぱり一時ワンレンボディコンっていう言葉が今でも多分残ってると思うんですけど、だからそれはもう本当にバブルの手前からバブルの真っ最中、いわゆるその大箱ディスコ文化、もうワンレンボディコンっていうそのスタイル、ギラギラしたというか、まあそこがもう本当に一大潮流を築いていたので、そうなるとその当時のファッション、女性のファッションってなんか肩パッドが入るような。で、肩パッドは工場がいっぱいあるわけじゃないから、肩パッドが足りなくなるんで、肩パッドがそんなに売れんだったら、肩パッドの工場を作っちまえみたいな。肩パッドの工場を作るとかね。だから僕は作ってないですけど、その取引先が、じゃあ肩パッドの工場作りますわ、みたいな感じで。肩パッドがないから、素材と工場のラインはあるけど、縫えないんですよ。縫えないから仕事にならないんじゃないですか。肩パッドさえ、要するに部材だよね、一個の。部材が、要するにボタンがないのと一緒ですよね。スーツで言えばボタンがないからスーツが縫えないみたいな。同じ。肩パッドがないから
じゃあ肩パッドの工場を作っちまえみたいな感じで、肩パッドの工場を作られた取引先がいました。すごい。すごいですね。思い切って。思い切ってね。すごかったですね。なるほど。かなり面白い人たちがいっぱいいましたね。